いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬アジング攻略についてお話ししていきます。冬は水温が下がり、アジの動きが鈍くなる季節です。そのため釣れないと思われがちですが、実は冬こそ行動パターンが最も読みやすい季節でもあります。この動画では冬アジの生態、ポイント選び、レンジの考え方、アクションと誘い、当たりの取り方、大型アジの狙い方、冬アジングに必要な要素を体系的にお伝えしていきます。まず本日の結論です。冬アジは深場にたまり、レンジは固定され、誘いは超低速で成立する。この3つを理解すると冬の釣果が大きく変わります。それでは本日の目次です。冬のアジの生態と越冬行動、冬アジングに適したポイント条件、冬にレンジが固定される理由と探り方、タックルとルアー選び、冬に効くアクションと誘い方、冬特有の当たりとかけ方、大型アジ攻略と地合いの考え方。では本題に入っていきます。冬のアジの生態と越冬行動。冬のアジは活動量が大きく低下します。水温の低下により代謝が落ち、体力を消耗しない動きを優先するためです。その結果、広範囲を回遊するのではなく、深場やストラクチャー周りにたまる時間が長くなります。代表的な越冬ポイントは、水深5メートル以上の深場、港の船頭、常夜灯の暗い側、テトラ帯の下、潮の緩みや反転流ができる場所。冬アジングは動いているアジを釣るのではなく、止まっているアジを見つける釣りになります。冬アジングに適したポイント条件。冬は水温、光、風の3つでポイントが決まります。1つ目は深場です。深い場所は水温が安定しやすく、冬のアジが溜まりやすい場所です。2つ目は常夜灯。ただし明るい部分ではなく、光が届かない暗部側が本命です。3つ目は風裏です。冬の強風は水面を冷やし、アジが嫌う環境になります。風裏の口内や湾欧は冬アジにとって居心地のいい場所です。冬のポイントは深場、暗部、風裏、これが最も安定します。冬にレンジが固定される理由と探り方。冬アジングの最も重要な要素は、レンジがほとんど動かないことです。理由は3つあります。水温差が大きい、代謝が低い、浮き袋のガス調整に時間がかかる。このためアジは上下の移動を避け、特定の高さに固定されるようになります。探り方の手順です。ボトムをしっかり取る。10cm から20cm 上を探る。当たりが出た高さを何度も通す。冬のレンジはわずか 10cm の差で釣果が変わることもあります。タックルとルアー選び。ジグヘッドは少し重めが有効です。深場を攻略するため 1.2g から 2.0g、 風が強い日は 2.5g 前後、このあたりを基準にします。ワームは2インチ前後。柔らかい素材の方が弱い吸い込みでも食い込みやすくなります。ラインはエステル 0.2 号から 0.4 号、リーダーはフロロ 0.6 号から 0.8 号。冬は違和感を拾う釣りのため感度重視で組みます。冬に効くアクションと誘い方。冬アジングの鉄則は動かさない勇気にあります。代表的なアクションは3つ。1つ目、リフト&ステイ。5cm から 10cm 上げて3秒から5秒止める。当たりの多くはこの止めで出ます。2つ目、デッドスロー、ただ巻き。一定レンジをゆっくり長く通します。3つ目、ボトムのつる引き。落ちた餌を拾う冬アジに非常に効果的です。冬は止める時間が釣果を決めます。冬特有の当たりとかけ方。冬の当たりはとても弱いです。もぞ、ふ、軽くなる。巻いたら重さが乗る。この程度です。かけ方の基本は底合わせをしないことです。
違和感が出たら 0.3 秒から 0.5 秒だけ待ちます。そのまま巻き合わせで乗せると冬はかかりやすくなります。大型アジ攻略と地合い。冬は大型アジが最も出やすい季節です。深場にたまり体力を蓄え大型ベイトを食べるためです。大型アジが出やすい場所は常夜島の沖側、船頭、潮目、テトラタイの外側。大型狙いではワーム 2.5 インチから3インチ、ジグヘッド 2g から 5g、遠投が必要ならフロートやキャロも選択肢になります。冬の地合いは短いです。夕間詰め直後、潮が動き始める瞬間、風が止むタイミング、この3つを逃さないことが重要です。本日のまとめです。深場にたまる。レンジは 10cm 単位で固定される。アクションは最小限。当たりは違和感レベル。大型は暗部と深場に出る。この5つを理解すると、冬アジングは飛躍的に安定します。いかがだったでしょうか。冬の海は厳しいですが、その厳しさこそがアジの行動を読み解くヒントになります。釣れない時間の中にも必ず学びがあります。自然の変化を少しずつ読み取り、冬ならではの釣りを楽しんでください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。